山梨県甲州市にある上条集落でベーカリーカフェ上条のパン職人をしています小野田瑠衣です。大学の時にドイツ語を勉強してて、ドイツのボンっていうところに1年留学をしていて、大学を卒業してそのままドバイのエミレーツ航空っていうところで就職したんですね。で4年間働いていて、結婚のタイミングで日本に帰ってきたんですけど、老後じゃないですけど、いつかはこういう日本っぽいところで生活したいっていう思いがあったんですけど、そんな中でコロナがあって完全リモートワークになって、東京にいなくてもいいっていう状況になったタイミングで、じゃあ移住してみようか、2拠点からスタートしたんですけど、せっかく住むなら古民家がいいよねっていうところで、主人の地元の甲州市で探し始めて、ここの物件にたどり着いて、もう一目惚れをしてここにたどり着きました。ここの集落が充電券登録されていたので、なんか自分の自宅で独り占めするっていうよりは、いろんな人に歴史であったり価値であったりを共有したいなっていうところで、カフェとかコーヒーとかで人が集まる場所を作れればなと思って、コーヒー屋さんやろうっていう話が出てきて、でコーヒー屋さんだったら美味しいパンも食べたいねっていうところで、一からパンを勉強して、今はベーカリーカフェっていう形態で上条湾を運営しています。基本的にベーカリーカフェっていうと何十種類のパンもあって、菓子パンもあってっていうのをイメージすると思うんですけど、上条湾には基本的に4種類だけのパンを出していて、で1種類はライ麦 70% 配合のベルリナブレッドっていうドイツのパンと、もう一つが 60% ライ麦にくるみとかレーズンとかごまとか入った雑穀のパンで、カンパーニュっていう、正しくはサワードゥブレッドって言って、見た目はカンパーニュに似てるんですけど、中はふわふわのハードパン、あと食パンっていう4種類をメインに作っていて、基本的にはオーバーナイト発酵って言って、一晩発酵させて次の日成形して焼くっていう、製法でパンを作っています。でオーバーナイトだと味に深みが出たり、発酵が緩やかなので硬くなりにくかったりとか、そういういいところもあるので、一人で、パンを焼くっていう作り方だと私には合ってるのかなっていう感じですね。そうですね、パンは本当に全然焼けなくって、もうゼロからスタートして、何から勉強すればいいかもわからなかったので、社会人学校みたいなベーカリースクールに通って、で私がパンを好きになったきっかけが、そのドイツに留学していて、やっぱりパンもあってケーキもあってっていう、そういうベーカリーカフェがドイツではいっぱいあるんですよ。でそういう風な雰囲気にしたいなっていう、そういうお店にしたいっていうところがあったので、ドイツに行かれて修行していたパンの先生のスクールに行って、ライ麦のパンの作り方を勉強したり、あとフランスに修行していたパン屋さんに突撃して、ちょっと現場研修させてくださいってお願いして、作り方だったり、どういう粉使ってるとか、どういう製法でパンを作ってるとかを勉強させていただきました。一応住み分けとしては、私がパンとかランチとか、あとケーキとかクッキーとか、そういう料理の担当をしていて、主人がコーヒーとかコーヒー豆の選定とかを、させていただいてるんですけど、夫婦でやるのはもう本当に初めてのことなので、その新しいことを2人でチャレンジして達成した時の喜びを分かち合えるのが一番の喜びですかね。この水がすごい特徴的で、超軟水で、数値的に言うと10ないぐらい、9とか8とかっていう話で、普通東京で皆さん飲んでる水だと50とか60とか、山梨でも一般的には50とか40とかそういうレベルなので、この水って極端に変わっていて、この水質を求めると大体北海道に行くとか四国に行くとかっていう話になるので、本州だとなかなかこんな貴重な場所がないですよね。でコーヒーは言っても 99. 何%水なので、水がどれだけ美味しいかとかっていうところが味の決め手になるかなと思っているので、ここの水ってすごいコーヒーをやるには
合ってるんじゃないかっていうことで、いろんな豆を揃えて楽しんでいただければなっていうところなんですよね。基本的には外観はほとんどいじれない状態で、修理というか修形っていう言い方をするんだけど、文化庁はその景色というかね、それを残しましょうっていうことで、なのでうちもサッシとかは木製のわざわざサッシをオーダーしたりとかっていう制約が結構あるんですよ。薪ストーブつける時も煙突見えない位置にしなさいとかっていう制約があったりとかするんで、逆に言うと大事な縛りなのかなとは思うので、まあしょうがない、コストはかかるけど守っていこうっていうところなんですよね。で、逆に中は自由度が高くて、ある程度自由にできるので、入ったエントランスのところを吹き抜けにしたりとか、江戸時代から柱と梁はそのまま残ってるので、そういう特徴的なところを見せたりとか、鞘を見せるためにワニカイって言われる玉を外して、でそれをわざわざ柵に作り変えて見えるようにしたりとか、あとは昔の材なのでまっすぐな木材じゃないんですよね。自然の形に曲がったものをそのまま梁にしてたりするのがすごい特徴的なので、そういうのを見ていただきたい。であと長菜って言って昔のいわゆる今でいうかんながけなんですけど、そういうのを手作業でやってる跡とかが、建築好きだとかそういう人が見たら分かる面白さなので、ちょっとそういうところも見える位置にしつつ、中は特徴的に古いものを残してるっていう感じです。やっぱり甲州市に住んでいても、この上条集落が充電圏に登録されていることを知らなかったっていう方が多くいたりするので、まずは地元の人に知っていただけてるっていうのがすごい一番ありがたいなって思ってますね。で、春になるとやっぱりぶどう狩りとか桃狩りとかで県外の方も来ていただけるので、こういう集落があるっていうことを知っていただけてるので、大変ありがたいと思ってます。東京で住んでた時はとここの生活は全く違いますね。すごい緩やかに時間が流れるんで、東京にいた時って耳を澄まして何かを聞くっていうことをすることもなかったんですけど、今ならね、スマモの花とかお花が咲き始めて春を感じてたり、鳥の声だったりで、雪は積もる音とか聞こえるので、本当に季節を肌で感じれるようになりましたね。東京の時はもう見てる風景も一緒だし、外で雨が降ってるのも分からなかったり、もう本当ドアドアで電車からそのままオフィス行って、オフィスからそのまま家に帰るっていうので、あんまり季節感も感じず、なんかあっという間に冬になってるみたいなことが多かったので、今はもう五感を使って生活しています。この集落ができたのは平安時代の終わり、鎌倉時代より前にここにこの集落があったっていうのは分かっている。それはこの神社が意味していて、この神社金井狩神社っていう神社なんだけど、金井狩っていうのは山梨の甲州弁の方言で金が埋まってるっていう意味で、今国道があっちを通ってるけど、その奥登っていくと黒川金山っていう信玄の隠し金山があって金が取れた。でこの集落はその黒川金山の金山衆が住んでた村。この人たちが掘ってるっていうことをみんなに知られないために隠されてたから、ずっと守られて、よそ者の出入りもないし、ずっと先祖代々ここに暮らしていて、それがだからそのまま残っているっていうところにロマンを感じるでしょ。武田信玄なぜあんなに強かったかっていうと、ここで隠し金山で金を取って財力があったから、その財の源は全部ここ。その金山市を仕切ってたのが上条集落だから、あんなに山奥にでかい家がいっぱいあるし、あの時代にこんだけの20個の戸数建てるって相当なデベロッパーがいないとできない話だ。それぐらい優遇されてたし、それぐらい重要な土地だった。この集落がそれも面白くて、ここにお堂があって、ここが昔の集会所とかみんなが集まるところで、そこを中心を囲んでずーっと家が建ってっていう形状なの。真ん中に集まるスポットがあって、それを囲むようにこう家が建ってるっていう、それが鎌倉時代とか平安時代の末期にそれがやってる、計算されてるっていうところがすごいのよ。
充電圏で歴史が続いてる集落ってもう地元の人が住んでなくって商業っぽくなっていることが多かったりすると思うんですよね。なんか生活感がちょっとないというか、もう観光施設みたいななんですけど、ここはもう皆さんまだ住まわれていて、昔の生活をそのままされてる人がほとんどなんですよ。現役で畑をして昔からの生活をされてる方がいるっていうことで、多分上条集落が色を褪せずに昔の原型を保ったままあるのはすごい貴重な集落だと思っていて、私もどうにかして守りたいなとは思っているんですね。でもやっぱり高齢化、地域の高齢化だったり外からの力が入らないと間に合わないことだったりあるんですよ。景観保護っていうところで、草がぼうぼうになって雑草とか生えてる状況で、住民の手で景観保護をしなきゃいけない。でもそこに高齢化っていう壁が、外からの、力が必要になった時に、この上条湾で来ていただいた方が、こういう集落あるんだっていうので、もうちょっと私たちで何か草刈りイベントとかしなきゃいけないんですけど、それはおいおいやっていこうかなっていうところですね。ここで人が集まることによってそういうきっかけになればいいなと思ってます。恥ずかしい